皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。今日は前回に引き続き Sex and the City の新章 and Just Like That のシーズン2について話していきたいと思います。前回言い忘れてしまったんですけど、私セックスシティのオリジナルシーズンからですね、日本語字幕とかで見てないんですね。もう英語だけで見てるので、もしねちょっと日本語字幕で見てる方がいたらニュアンスとかがちょっと違う風に訳されてる部分もあるかもしれないので、その辺はちょっとご了承ください。はい、シーズン1ではミランダのレズビアン化、シャーロットの娘ローズのトランス問題、そして最後キャリーがプロデューサーと付き合ってるっていうような設定で終わったシーズン1だったんですけども、シーズン2はですね、ちょっと先に結論から言って7話ぐらいはほとんどねもういらない感じのまた今回もなんですけど、本当にねキャリーが脇役っていうぐらいのレベルの感じで、何を見せられてるんだっていうね感じの内容になってました。前回の動画でミランダ役のシンシア・ニクソンさんがライターとして参加してるので、ちょっと LGBTQ とかそういうノンバイナリーの話が多すぎるっていうことを言ったんですけども、今回はライターとしてだけではなく監督としても参加されてます。なのでね、もう本当に最初の1話から7話ぐらいまで本当にねどうでもいいって言っちゃった感じの内容になってて、キャリーがね本当脇役なんですよね。これねスピンオフにしたらよかったんじゃないっていう、シャーロットとミランダの人生をスピンオフとして別でリリースしてほしかったなっていうぐらい、もうキャリーが全然出てきてないんですよね。聞き慣れないかもしれないんですけど、アメリカのこういった連続ドラマでは結構毎回違う監督の人がやったり、映画とは別なので、この回は、出演者の誰々さんが監督してみましたみたいな感じのことよくあるので、シンシャ・ニクソンさんも今回ねプロデューサーにも名前入ってたんで、もうすごく自分やりたいことやっちゃってますよね。視聴者を無視して自分が伝えたいそういうノンバイナリーのこととかトランスのこととかを視聴者を教育しようとしてますよね。すごくね私これいつも思うんですけど、多様性っていうのがね今日本の方でも広がっていろんな意見あると思うんですけど、多様なりたい人はなっていいと思います。勝手にやればいいと思います。それを世間とか周りの人に押し付けて理解しろ受け入れろっていうねのがすごい強いと思いますよね。今回この作品のことでもすごく視聴者からバッシングを受けたシンシアさんなんですけども、インタビューの中で見てる人が怒ってることはいいことだって、それは自分が彼ら影響を与えた証拠だっていう感じのねことを言ってるんですよね。だからそれが負け惜しみなのか本当にそういう風に信じて言ってるのかわからないんですけど、ここまで来ると作品に対してもそうですけど、長年ねもう20年間見ているファンに対してもリスペクトがないっていうふうに私思います。そういう活動をしたければ別枠でやってくださいっていうふうに思いました。でもねプロデューサーとして自分もお金出してるし、好きな脚本書いて監督してもうすごく自分はいい気分でいいことしたと思ってやってらっしゃるのかもしれないんですけども、もうこれ全然セックスザ・シティじゃないんです。そんなわけでですね、この、シーズン2の前半で離脱したファンがほとんどです。なので結果からお伝えしますとですね、セックスザ・シティが現役でやっていた時代、一つのエピソードにつき10ミリオン、アメリカ国内だけですね10ミリオンの人が見てたって言うんです。
今回この And Just Like That のシーズン3の最初のエピソードの時に10ミリオンから0.6ミリオン、これはワールドワイドの数字なんですけど、そこまで落ちちゃったんですね。でこれは私はやっぱり彼女の責任だと思います。もうだって話が全然関係ない方向行っちゃってますんで、でまあ本人はそれでもね認めない、これはみんなに周知して大成功だなんて言ってるんですけどもね、大失敗だと思います。はい、そんなわけでですね、キャリーが戻ってくる、そのエピソード8ぐらいですね、8話目ぐらいまではまた関係ないことやってまして、まずシャーロットの娘ロックが目立ちたくないとかっていう設定になってたのになぜかモデルにはなりたいとかって言い出すと。まあシャーロットなんでね、教育ママと言いますか。でシャーロット本人も昔ラルフ・ローレンの、子供のモデルやってたっていうことで、まあいわゆる自分の人生を子供に投影してしまう母親になるっていうね、まあそういう話です。それとですね、またミランダとチェのレズビアン恋愛なんですけどもね、これもまた迷走してます。仕事の関係でロサンゼルスに引っ越した彼らなんですけども、なんとチェには元旦那がいますまあバーテンダーの元旦那がいまして、突然ですね彼を含めて3人でセックスしようっていうのがあります。今までのミランダだったら絶対にそんなこと許さないと思います。まずちょっと待ってって思うのが、チェがなんでそっちも OK なんですかっていうことですよね。あとやっぱり真剣な恋愛じゃないっていうことですよね。やっぱり、ラブじゃなくてラスト、要は性欲がこう欲望が愛より勝ってるので盲目になっちゃう。よくね愛は盲目って言いますけど、私はねラストが盲目にさせると思います。そして人間の本能でもありますので、やっぱりね性をね貪欲に求めるっていうのはねその一つであって、そしてこのミランダのレズビアンの物語は実際彼女はゲイになるっていうことなんでしょうけども、そのラブとラストを履き違えた人の結末っていうね感じになります。今回はその LGBTQ の多様性に加えましてボディポジティブもまたこのシンシア・ニクソンさんがおそらくね主張したいものなので、かなりねみんなの裸のシーンが多いですよね。そして彼女自身のなんか意味不明なこれいるっていうぐらい結構全裸のシーンとかあるんですけど、これもね今動きであるボディポジティブっていうのはどういう体型であれそれを受け入れて自分が幸せになるっていうことなんですよね。なので今までねこういうハリウッド映画とかでも完璧なボディしか見せられてないので、小さい頃から女の子たちが洗脳されて拒食症になっちゃったりとかってするって、それでどんな体でも美しいんだっていうのを見せるために完璧ではない裸を見せたりとかして、小さい頃から「It's OK」完璧じゃなくてもいいんだよっていう今ねそういう教育が流行ってるんですけども、それの一環としてね本人自らね太ってないですよ、太ってない普通の体だと思います。それをさらけ出して自らボディポジティブを発信しようとしたのかなと思いますけど、ミランダだけじゃなくてね他のメンバーのセックスシーンとかもかなり激しいものが見えましたけど、一体誰が見たかったんだろうっていうのはありますね。なんか女優さんたちすごく気の毒だなと思いました。ただその中で、気づいたのがキャリーがね普通のシーンで洋服着てるシーンでもうね二の腕細い二の腕出さないんですよね。例えば本当にノースリーブのワンピースとか着てても絶対にその上にダボっとしたネイルシャツ着てみたりとか、あと部屋のシーンでは必ずね今までだったら絶対に着てないようなトレーナーなんかを着てちょっと体隠してます。で私は思ったのは年だから腕を隠したいっていうことじゃなくて、っていうのもベッドシーンでは普通に出してます。なので多分ね彼女は体が細いので
それを見せないためにちょっとねいつもね上にねダボっとしたものをね羽織ってね体を隠してたんじゃないかなっていうふうに思います。でやっぱりボディポジティブなんでシャーロットのギャラリーの先輩っていうか、まあ若いんですけど先輩ですよね。もう太ってるんですけどもこうお腹のあたりを出してみたりですとかね、ちょっとねそういうのがあります。今回ねこれだけキャリーのシーンが外されて本当キャリー脇役レベルになっちゃってたんですけど、これだったらキム・キャトラールさんと喧嘩してサマンサの出番長いなんて言って怒ってたのに今回はいいのかっていうね、それがねすごいね私はね不満でした。だったらミランダを外してサマンサが出た方がよっぽど面白かったのにっていう風に思います。まあ私はシーマ好きなのでいいんですけど、まあちょっとねだからその辺がなんでそんなキムさんの出番が多いから怒ってたとかっていうねゴシップを考えてみると結構辻褄が合わないんです。ただねサラさん頭がいいので契約の中にですね出演料の他にこのドラマで着た洋服バッグ靴は全部もらうっていうサインしてます。なのでなので実際ね彼女自分が欲しいものとかを吟味してもう毎回フェンディの新しいバッグとか使ってます。で私気づいたのはね他のメンバーのバッグはもう例えばシーンが変わった時にバッグのところからパンしてそこはもう広告として提供されてるバッグなので結構ずっとこう映ってるんですよねバッグが。シャーロットが特にそのバッグ見せるの上手なんですけど、シャーロットとかシーマですねのバッグがよく映ってました。それに引き換えサラさんのフェンディのバッグはこうやってよく見てないとパンはされてないです。普通にキャリーがちょっと持ってたりこの辺に置いてたりするんですけどカメラ焦点が当たらないようになってます。なのでね彼女は今回はねこのバッグとかをもらうために着てるだけだから別にいいのかなっていうね、ちょっとそういう風に私のバッグのとしてはねそんな風に見えました。はい、そんな中でですね、ミランダの大学の教授、ナイアさんなんですけど、シーズン1ではめっちゃラブラブだった旦那さん。もともとこの2人は妊娠をしたくて頑張ってたんですけど、ナヤさんにはね、大学教授という素晴らしいキャリアもありますし、妊娠しづらい体で失敗もして大変だったっていうのもあったと思います。それで突然ですね今回旦那さんがやっぱり子供が欲しいんだっていうことで家出てっちゃってしまいます。そしてもうあっという間にですねガールフレンド作ってガールフレンドが妊娠っていうね運びになってしまいます。一方シャーロットのママ友リサがこちらは予定外の妊娠です。でせっかくリサは今キャリアがもう乗りに乗ってる時だったので妊娠したくなかったんですよね。それでせっかく2人のね対比っていうのもありますけど結局リサも、流産して子供は生まれません。そして、私大好きのリアルターシーマなんですけども私の中ではねモノクロームの女王と呼んでます彼女はねいつもね全身ね一色でまとめたファッションになっててすごくねグラマラスですよね。お腹とかもねちょっと出ててそんなのも平気で映ったりとかしてるんですけど、彼女こそが私ボディポジティブの真骨頂と言いますか、見せなくても見せても自分が好きな洋服とかを着てお腹がちょっとぐらい出てても関係ない、私はこれを着てるんだっていう格好、あれがね本当の意味でのボディポジティブだと私は思います。そしてやっとですねキャリーがまた主役のポジションに戻ってきます。プロデューサーとはなんか特に何もないわ。プロデューサーは結局ね木曜日の男っていう風になっちゃったんですよね。キャリーはね彼とは木曜日しか会いたくないと、他の曜日は別に自分がやりたいことがあるので、要はね彼たちは多分インテリジェンスのレベルがすごく合ってるから一緒にいる間いろんな会話したりとかするのはすごく相性は良かったんだと思います。ただ男女の男と女としてもうすごく彼を求めたりとかってするっていう意味でのケミストリーはなかったんですよね。
で彼が、火曜日も会いたい、木曜だけじゃなくて火曜日も増やしたいって言った時に、キャリーがそれはノーサンキューみたいな感じで断っちゃうんですけど、そしたら彼も結構あっさりと OK みたいな感じで、さっぱりとしたお別れっていうことですね。一体ねこれは何のために付き合わせたんだろうっていう感じもするんですけどもね、この年齢から新しい関係を構築するのは難しいっていうことを言いたかったのかなって思ったんですけど、結局彼を戻したいだけだったんですよね。結局キャリーに恋愛させるためには新しい人じゃなくて、もともともう信頼とかがあるキャラを持ち帰ってこなきゃいけない、連れ戻さなきゃいけないっていうことなんですね。そうしたらもうあの人しかいないんです。はい。No! 私はねもうねすごいエーデン嫌いですもうねそもそもねオリジナルシリーズの時からなんであんな田舎もんって言ったら変ですけどオーガニックな暮らしを好きな人とキャリーみたいなバリバリのマテリアルガールがなんで一緒になるのっていうのがありまして、最初からねすごい好きじゃないんです。っていうかあの二人が惹かれ合う意味がわからないんですけど、案の定帰ってきました。でアメリカではねエーデンねすごい人気ないんです。歴代の彼氏の中でも結構嫌われてるんですけど、今回ねもうねよくもね戻してくれたなっていう感じですよね。それでまた運命の再会っていう感じでね、会えないのって思ったらパッとエーデンが現れたんですけど、もうキャリーはすごい感動の顔してましたけど、なんかあのジャケット一体何なんだろうっていうね。それでその後レストラン入ったらなんかシャツも変な中途半端ぐらいのところまで開けてて、年取って顔とか老けちゃうのはしょうがないんですけど、すごいね、エーデンのいいところって、そういうこういう重労働っていうかいわゆるカントリーサイドのマッチョなんで、せいぜいね体がねいいっていうのが魅力だったと思うんですけど、なんか痩せちゃって顔もなんかインプラントなのか入れ歯なのかっていう感じで顔もね痩せちゃって、すごくね見た目でのね魅力感じなかったんですよね。キャリーからしてみたらすごい自分を分かってくれる懐かしい人で、盛り上がるっていうことなんだと思いましたでエーデンはですね、もう離婚してまして、キャッシーという元奥さんともいい関係です。キャッシーとキャリーはなんか普通にお茶とかできるぐらいのいい関係です。キャッシーには3人の息子たちのことは書かないでくれと、それからエーデンをもう一度傷つけるのだけはやめてほしいっていうふうに頼まれます。そしてキャリーのね昔からのアパートには悪い思い出がねありすぎるのでエーデンがね入れないって言うんですよね。そんなことありますか？キャリーが好きなら入ってこいやって思うんですけどね、あれもすごいおかしな話で、ホテルを転々とねマンハッタンのホテルに泊まるって本当にねお金かかりますよ本当に。キャリーが払ってんのかなっていう感じですけどね、ちょっとねすごくね私はね嫌でした。そしてまたチェのねアパートに行くっていうのもね別に本当にいらないしね、もうそこまでしてまでねすごくねチェをね入れたいんですよね。せっかくねアパートの下にねジュエリーデザイナーのねリゼットちゃんがねいるのにね、そっちの、ね、ジュエリーもねほとんど見せないし、もうほんと何なんだよパート2っていうね。皆さんは、元セックスザ・シティ時代のエーデンは好きでしたか？そして今回のエーデンはどうでしょう？ぜひコメント欄から教えてください。そしてね話は進みましてね、ミランダはお酒やめてスティーブにもちゃんと話し合おうって決めるんですけども、このシーンはですね、ブルックリンの家に帰ってスティーブとちょっと向き合おうと思って話すんですけども、結構なね大喧嘩になってしまうんですよね。そこでスティーブにあんたはもともとブレディのことも欲しくなかったんだって言われて、すっごくテンション高いシーンでね、
私は久しぶりにグッドアクティング見たなって、二人のね喧嘩して、ミランダがこうもう涙が溢れて、それでスティーブがごめんごめん I didn't mean it ただ言っちゃっただけなんだっていうね、すごくいいシーンだったんですよね。あれはね、あれがシンシャ・ニクソンさんが監督してたっていうので、なかなかいいななんて思ったんですけども、でせっかくいいシーンだったのに、その直後ですね、スティーブが、ホールフーズの、オーガニック食品の高級なスーパーなんですけど、そこの女の子とちょっと関係を持ってたっていうのがバレてですね、またミランダ怒って出て行ってしまいます。確かにねっていう感じですよね。一応本人が言うには、ミランダがチェとそうやって付き合って人生前に進んでいったから、俺も同じことをしただけだっていう感じなんですけど、っていうね。しかもね、ホールフーズで働いてるっていうところがね、ちょっとねカチンとくるポイントだと思います。なんかね、普通のスーパーとかと違って、アマゾンの系なんですけど、オーガニック系ですごい高いんですよね。それでなんかすっごくナイスな子が多いんですけど、なんかねやっぱりね、上から目線だから優しいっていうね、多分ねそういう感じの設定なんだと思います。なんかあれはすごくね理解できたっていうか、そしてね、一つね悲しいシーンがあったんですけども、キャリーがアンソニーを呼んでスタンリーの話をします。スタンリーはシーズン1の時に若い TikToker のマネージャーになって日本に一緒に行くっていう設定になってまして、スタンリーとアンソニーが離婚の調停中だという感じだったんですね。なんですが、今回シーズン2でキャリーがアンソニーに、スタンリーは日本で神道の文句になったと、それでもう帰ってこないので財産すべて放棄してアパートも持ち物もすべてアンソニーにあげますっていうニュースを伝えます。でアンソニーもびっくりっていう感じなんですけれども、アンソニーはねこの頃にはねイタリアのイケメンジョゼッペと付き合ってますので、もう悲しいとかねそういうことはないんですけどもね、そういうストーリーになって、スタンリーは日本で生きてるっていう設定なんですけども、実際にですねスタンリー役のウィリー・ガーソンさんはですね、シーズン1の撮影中にちょっと病気のがんでお亡くなりになってます。それでシーズン1でも3話ぐらいしか出てこれなかったんですけども、途中ですごくね体調が悪くなっちゃって、もう撮影に来れないぐらいの感じだったらしいんですけども、彼とサラ・ジェシカ・パーカーさんはプライベートですごく仲良しなんですよね。お友達なんです、もともと。それでそのこともあって、スタンリーっていうキャラクターを殺したくなかったので、ああいうね日本のお寺で心穏やかに生きてますっていう設定でキャラクターをも出なくしたということでした。そしてですね、エーデンがねキャリーのアパートに入ってこれないので、キャリーは超豪邸を買う決心をします。アパートは結局ね下のねジュエリーデザイナーのリゼットちゃんが買うことになるんですけども、そんな時、エーデンの問題児ですね、ワイアットが大事故を起こして骨とか折っちゃうんです。それでエーデンは自分がニューヨークにいた時にこんなことになっちゃったんでっていうんですごいね自責の念で耐えられないんです。そこで2人は遠距離恋愛をすることを決意します。いやもうねなんだよ、それだったらもうねエーデンはワイアットに集中してキャリーには別れるっていうべきだと思いますね。そんなさって55歳になってまで遠距離5年、一応5年遠距離するっていう設定なんですけど、そんなのしたいですか？今日幸せに過ごしたいから恋愛相手探してるのに、向こうはまだ子育て中だから5年待ってくれっていうのはね、ちょっとね私からしたらありえないですよ。エーデンが本当にキャリーを好きだったら
今とりあえず別れようって言ってキャリーを外の世界に放つべきだと私は思います。で実際キャリーもこれはどういう関係なんだろう、私はこの間もデートとかしていいのかなってちょっと思ってるんですよね。これがねやっぱりねキャリーっぽいところだなって思います。そうなんですけども、キャリーはね結局ね小さいアパートを売って大きい、豪邸への引っ越しは決行します。それで最後のアパートのお別れパーティーにミシュランシェフを呼んで、そして仲のいい友達を15、6人呼んでですね、アパートで最後の晩餐を行います。それが、シーズン2のまとめっていう感じでですね、破局したミランダとチェも、友達関係に戻ると。そして流産してしまったリサも自分を責めないとかですね、そういう風に全体がこううまく収まるという感じでですね、シーズン2は終了となりました。はい、そんなわけだったんですけれどもね、シーズン3の最初のエピソード1がですね、その視聴率がだだ下がりしたために、シーズン3で終わるっていうことになったんですけども、つまりこのシーズン2がすごい悪かったっていうことですよね。それで急いでキャリーとエーデンを戻したのかなっていう感じだったんですけど、もうねシーズン1からいらないねティーンエイジャーの話やノンバイナリーの話とか多すぎるので、もうかなりファンの人消えてましたよね。それでこのシーズン2の前半でももうまた半分以上全然関係ない話やっちゃったんで、もう離脱組がすごく多かったと思うんですね。それでエーデン引っ張ってきてまた視聴率戻るって思ったのが大間違いでエーデンが最悪彼氏の上位なんですよ。その彼氏を持ってきてどうするっていうね。でもね考えてみたらエーデンぐらいしかいないんですよね。他に連れてきていい関係になれそうな彼氏っていないんで、やっぱりねキャリーっていうのは恋愛障害者っていうね、そういう人なんですよね。そういう人でああいうビッグと結婚したっていうかね、あれだけね長年10年もね遊ばれてた人とそれでも結婚するとかっていうのがね、ちょっとねあの子は変なんですっていうねことをね証明したなっていうふうにね私は思いました。そして私の場合はねここまで来たらどうやって終わらせるんだろうっていうのがね逆に、興味ありますので、シーズン3も引き続きやっていきたいと思います。とね、私はシーマのね映画監督のね彼氏ラビがね結構好きなのでね、2人ねぴったりだと思うんですけど、皆さんどう思われましたか？子供が障害の場合の恋愛は諦めるべきなんでしょうか？ぜひコメント欄からご意見聞かせてください。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またシーズン3でお会いします。さとこでした。